リング上で真剣勝負を繰り広げ、観客を熱狂の渦に巻き込むプロレス。力と技、そしてドラマが融合し、一瞬も目が離せないエンターテインメントを生み出している。年間で多数の興行を行うプロレスリングヒートアップ。彼らの描く共生社会の未来とは。神奈川県川崎市、稲田堤駅から徒歩5分のところに拠点を構えるプロレスリングヒートアップ。この団体は2013年に旗揚げされ、これまで多くの試合を興行。たくさんのファンの心を熱くし、勇気を与えてきた。現在、プロレスリングヒートアップには8名のレスラーが所属しており、福祉事業も含め年間で約50興行、これまでに550興行を行ってきた。プロレスリングヒートアップの設立者であり、代表取締役社長の田村和弘さん。田村さんは12歳の時にテレビで見たプロレスの試合をきっかけに、その世界に魅了された。20歳でスタイル E という総合格闘技チームに所属。23歳でプロレスラーとしてデビューを果たし、33歳で現在の活動拠点であるプロレスリングヒートアップを旗揚げ。プロレスで地元の川崎を盛り上げたいという思いから、プロレスリングヒートアップを設立した。プロレスリングヒートアップの活動は、プロレスの試合をするだけではなく、プロレスで社会貢献という経営理念のもと、社会貢献活動も行っている。ヒートアップが行う社会貢献活動は、情熱がないと続かない、気持ちがないと社会は動かないという思いから、情熱隊と名付けられた。雇用や施設訪問を行う障害者支援をはじめ、子どもたちに向けたスポーツ教室を行う青少年育成、地域のお祭りで試合などを行う地域活動を行っている。情熱隊の活動を積極的に行っている田村さんであるが、その原点には田村さんのお姉さんの存在がある。障害者支援をやるきっかけは、僕の一つ上のお姉さんがダウン症の障害を持ってて、うちのお姉さんのお仕事の時給が30円ぐらいだったんですね。それしかもらってないんだと思いまして、障害者の方々とちょっと一緒に何かできたらなというのが最初のきっかけです。最初は寄付とかいろいろやってたんですけど、それだと何に使われてるかもわからないので、だったら障害者の方々と一緒に何か作り上げる空間ができたら、もっと皆さんに障害者の方々に対しての見方が変わってくるんじゃないかなと思って続けています。やれないことは僕らでもあるし、やれることは障害者の方でもあるので、そういうところをお仕事としてお願いして一緒にできる空間づくりを僕らはやりたいなと思って続けています。大会では積極的に雇用を行っている。2019年の川崎市のデータによると、生産年齢人口における障害者のうち、働いている障害者の割合が約2割と、8割の障害者の方は働いていない現状があることがわかる。この現状を打破すべく、障害や引きこもりなど、社会的にさまざまな困難を抱えている方々を多く雇用。試合の5時間前に出勤し、椅子並べや
ポスター折り込みなどの作業を行う。入場が開始されるとお客さんが次々と入ってくる。この時間はチケットもぎりやチラシ配りなどの作業を行う。ヒートアップは一般企業の雇用の機会に恵まれていない方々に対して働くために必要な知識やスキルを身につけるお手伝いをしている。この活動は長期雇用の求人にエントリーする人が増えるなどの効果をもたらしており、次のステップへの架け橋になっているのだ。ヒートアップでは雇用以外にも支援活動を積極的に行っている。その活動の一つが障害者施設とのコラボ商品制作だ。一般社団法人レジストリアクタント。ここでは障害者の方々が愛情を込めたポップコーンを作っている。作られたポップコーンは工業の売店で販売されている。施設とコラボして制作したポップコーンを販売することで障害者の方々の賃金向上を目指している。この取り組みは単に商品を売るだけでなく、観客一人一人が社会的な支援の一部となるきっかけを作り出している。この社会貢献活動を行っている中で出会った人がいる。現在ヒートアップ所属のレスラーとして活動している今井ライムさんだ。ライムさんは生まれつき耳が聞こえない先天性難聴というハンディキャップを抱えている。中学卒業を機にプロレスラーになる夢を現実のものとすべく2020年4月にヒートアップに入門した。その後ひたむきな努力で鍛錬を続けプロテストに合格。夢であったプロレスラーの道をつかんだ。障害者レスラーとしてではなく他の選手と同じように日々トレーニングを重ね試合に挑んでいる。普段どのようにしてコミュニケーションをとっているのだろうか。実際僕ら手話ができるわけではなくて、本当にこうコミュニケーションというか一緒にやるっていうことを毎日やってるんで、ライムが何をやりたいとかライム側も自分らが何を伝えたいっていうのはなんとなく分かるんですよね。で本当に細かいことを伝えたい時は筆談とか今だったら携帯とかで書いて見せたりとかしますけど、もう8割9割はもうそういうのしないでこっちのジェスチャーでコミュニケーションを取ってます。確かに言葉を交わさなくても心が通じ合う2人。耳が聞こえなくても言葉を交わさなくても人と人は心のリングの上でつながることができる。12月23日、この日は2024年最後のヒートアップの興行。そして第2試合目、ライムさんの試合が始まる。さあ始まってまいりました。多分日本の全レスラーで1年間とか
どんなに辛い技を食らい、倒されても立ち上がり、相手に挑む姿を見せるライムさん。日々生活している中で、失敗や辛いことがあっても、何度もチャレンジすること、諦めないこと、頑張り抜くことを観客に伝えていきたいと語っていた。人間は誰しも完璧ではない。得意なこともあれば不得意なこともある。個々の違いを尊重しながら、互いの苦手なことを補い合う必要があるのだ。ライムさんはヒートアップが行う社会貢献活動についてどのように思っているのだろうか。ヒートアップの取り組みは障害のある方々に新たな可能性と生きがいを提供している。田村さんはこの社会貢献活動を通してどのようなことを伝えたいのだろうか。やっぱやられてもやられても立ち上がるのがプロレスの魅力なので、一般の方にもね、社会でこうくじけそうな時、諦めそうな時あると思うんですけど、そういう時もどんどん立ち上がってほしいなと思うので、それをプロレスを通して伝えていきたいなと思います。障害者の方々と、今後もいろんな形で一緒に作っていく場をこのヒートアップでどんどん作っていって、障害者と健常者の壁をどんどんなくしていきたいなと思っています。私たちはこれから共に支え合い、尊重し合える社会を作っていかなければならない。障害を持つ人の課題は彼らだけの問題ではなく、私たちが向き合わなければならない共通のテーマなのだ。誰かがするのを見ているだけではなく、一歩ずつ小さなことから始めてみるべきである。この見せてほしいです。さあラインが来た。バックエルボー前転してもう一発バックエルボー。まだまだ続いております。お気をつけください。プロレスリングヒートアップではこれからも障害者と健常者が共に支え合う活動を多く行い、誰もが共生できる社会をリングから発信していく。